ワンちゃんは忠実で愛情深い生き物ですが、飼い主さんの意図せぬ行動が彼らを悲しませることもあります。ワンちゃんとのコミュニケーションには細やかな注意が必要で、彼らの感情や健康に影響を与える可能性がある間違った行動を避けることが大切です。この動画では、ワンちゃんを悲しませる可能性のある飼い主さんの行動と、その背景にある理由を解説し、より良い飼い主さんとペットの関係を築くためのアドバイスを提供します。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、匂いを嗅がせない。ワンちゃんは匂いを通して世界を理解します。彼らにとって匂いを嗅ぐことは単なる好奇心を満たす行為以上のものであり、社会的な交流、環境の探索、そして安全の確認手段です。にもかかわらず、飼い主さんがワンちゃんを散歩させる際に匂いを嗅がせないで急ぐことは、ワンちゃんを深く悲しませる間違った行動の一つです。このような行動がワンちゃんに与える影響は大きく、ワンちゃんのストレスレベルの上昇、行動問題の発生、そして飼い主さんとの関係性に悪影響を及ぼす可能性があります。ワンちゃんが外の世界を匂いで探索することは、彼らの精神的、感情的健康にとって不可欠です。散歩中に匂いを嗅ぐ時間を確保することは、ワンちゃんの自然な探求心を満たし、ストレスを減らすことにつながります。飼い主さんがこの重要なニーズを無視すると、ワンちゃんは自分の感覚を完全に活用できず、環境に対する理解が不十分なままになります。これは、ワンちゃんが自信を失ったり、不安定になったりする原因となり得ます。ワンちゃんが匂いを嗅ぐことを許すことは、彼らが周囲の世界とのつながりを感じられるようにするため、そして彼らが安全で満足感を持って生活できるようにするために、極めて重要です。その2、子供優先。家庭内で子供をワンちゃんよりも常に優先することは、ワンちゃんにとって深刻な影響を及ぼす行為です。もちろん、家庭内の安全と子供の福祉を守ることは最優先事項ですが、ワンちゃんを家族の一員として等しく扱うことが健全な関係を築く上で重要です。ワンちゃんが家庭内で無視されたり、常に後回しにされたりすると、孤独感、不安、そして嫉妬などの負の感情を抱くことになります。ワンちゃんは家族の一員として、愛情、注意、そしてケアを必要としています。子供がいる家庭では、ワンちゃんと子供の間で健全な関係を築くことが特に重要です。子供を優先することがワンちゃんに与える悪影響を最小限に抑えるためには、ワンちゃんが家族の大切な一員であることを示し、平等に愛情を分け与えることが重要です。ワンちゃんと子供が一緒に遊ぶ時間を作ること、ワンちゃんが適切な注意とケアを受けるようにすることが、このバランスを保つ上で役立ちます。子供を優先することによって、ワンちゃんが感じる可能性のある排除感は、ワンちゃんの行動問題の根本的な原因となり得るため、この問題に対処することは、家庭内の調和を保つためにも必要不可欠です。ワンちゃんが愛され、大切にされていると感じることができれば、より落ち着きがあり、調和の取れた家庭環境が実現します。ワンちゃんと子供の間で健全な関係を築くことは、双方にとって有益であり、家族全員が共に幸せな時間を過ごせるようになります。その3、過剰な運動。ワンちゃんは活動的な動物であり、適度な運動は彼らの健康と幸福にとって必要不可欠です。しかし、飼い主さんがワンちゃんに要求する運動量が過剰になると、これはワンちゃんを悲しませ、時には健康を害する間違った行動となります。
過剰な運動は、特に高齢のワンちゃんや健康上の問題を抱えるワンちゃんにとって深刻な影響を与えることがあります。過剰な運動がもたらす負の影響は多岐にわたります。まず、肉体的な疲労や怪我のリスクを高めます。筋肉の過度な疲労、関節の損傷、脱水症状などは、適切な休息や回復時間を与えずに運動を強いることで生じる可能性があります。また、精神的なストレスも無視できません。ワンちゃんが疲れているにもかかわらず、運動を強いられると、ストレスや不安を感じ、飼い主さんとの関係にも悪影響を及ぼすことがあります。飼い主さんは、ワンちゃんの年齢、健康状態、種類に応じて適切な運動量を見極める必要があります。例えば、若くてエネルギッシュなワンちゃんは多くの運動を必要としますが、小型ワンちゃんや高齢ワンちゃんにはそれほど多くの運動は必要ありません。運動の種類も重要で、散歩、軽いランニング、ペッチなどワンちゃんが楽しんで参加できる活動を選ぶことが大切です。その4、事後の叱責。ワンちゃんが何らかの悪い行動をした後に叱責することは多くの飼い主さんが行う一般的な対応ですが、これはワンちゃんを深く悲しませる間違った方法です。ワンちゃんは時間の経過とともに行動と結果を結びつける能力が限られており、事後に叱られても何がいけなかったのか理解することが難しいためです。このような叱責はワンちゃんに不安や恐怖を感じさせ、飼い主さんとの信頼関係を損なう原因となります。正しい行動を促進するためには、ポジティブな強化が最も効果的な方法です。ワンちゃんが望ましい行動をした際には、すぐに褒めたり、おやつを与えたりすることで、その行動を強化します。これにより、ワンちゃんは喜ばしい行動を繰り返すようになります。一方で、望ましくない行動をした場合には、注意をそらす、無視する、または適切な行動に誘導することで対処することが推奨されます。事後の叱責は、ワンちゃんにとって何を改善すればいいのかわからないまま、不安や恐怖を感じる原因となります。これは、ワンちゃんが安心して学習し、成長するための環境を提供することに反します。飼い主さんが理解と忍耐を持って接することで、ワンちゃんは望ましい行動を学び、飼い主さんとの健全な関係を築くことができます。その後、名前で叱る。ワンちゃんの名前は、彼らにとって特別な意味を持ち、飼い主さんとのコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。ワンちゃんの名前を呼ぶことで、その注意を引き、何らかの指示や情報を伝えることができます。しかし、ワンちゃんを叱る際にその名前を使うことは、ワンちゃんにとって混乱の原因となり、名前を聞くこと自体がネガティブな体験と結びついてしまいます。ワンちゃんの名前を叱責の文脈で使用することは、名前が呼ばれるたびに不安や恐怖を感じさせ、その結果、名前を呼んだ時に応答しなくなる可能性があります。名前で叱る行為は、ワンちゃんが名前を聞いて喜んで、飼い主さんの元へ来る、という肯定的な行動を阻害します。ワンちゃんにとって名前は、安心感や愛情、ポジティブな強化を象徴するものであるべきです。そのため、ワンちゃんを叱る必要がある場合には、名前を使わずに具体的な行動を指示する言葉や、状況に応じた他の方法を探すべきです。これにより、ワンちゃんは名前を聞くことを常にポジティブな体験と結びつけ、飼い主さんの呼びかけに喜んで応答するようになります。その6、過剰な要求応答。ワンちゃんに対して過剰な要求をすることも、飼い主さんの間違った行動の一つです。ワンちゃんは学習能力が高く、多くの命令やトリックを覚えることができますが、それらを過度に求めることは、ワンちゃんにストレスを与える原因となります。
特に、ワンちゃんの年齢、健康状態、個体差を考慮せずに、一貫して高いパフォーマンスを期待することは、ワンちゃんにとって不公平であり、その幸福を損ないます。ワンちゃんが求められる行動を達成できない場合、彼らは失敗したと感じ、自信を失うことがあります。これは、ワンちゃんと飼い主さんの関係にも悪影響を及ぼし、ワンちゃんが新しいことを学ぶことに対して消極的になる可能性があります。適切なトレーニングは、ワンちゃんに新しいスキルを教えるだけでなく、飼い主さんとの絆を深める機会でもあります。そのため、トレーニングはポジティブな強化を基本とし、ワンちゃんの能力とペースに合わせて行うことが重要です。トレーニングの際には、ワンちゃんの注意力、体力、興味を考慮し、一度に一つの新しいコマンドやトリックに焦点を当てることが効果的です。ワンちゃんが成功を体験できるように、小さなステップで進め、達成ごとに適切な報酬を与えることで、学習過程を楽しいものにすることができます。これにより、ワンちゃんは自信を持って新しいことに挑戦し、トレーニングをポジティブな体験と捉えるようになります。その7、赤ちゃん扱い。ワンちゃんを赤ちゃんのように扱うことは、飼い主さんによる一般的な間違った行動の一つです。このような扱い方は、ワンちゃんに人間の子供と同じような感情や反応を期待することを意味しますが、これはワンちゃんの本質的なニーズと行動を無視することになります。ワンちゃんは独自の社会的、心理的、物理的ニーズを持つ動物であり、これらは人間の子供とは根本的に異なります。赤ちゃん扱いによって、ワンちゃんが感じる可能性のある問題には、過剰な保護、不適切な社会化、ストレスの増加などがあります。ワンちゃんが適切な刺激や学習機会を受けることなく、常に抱っこされたり、人間の言葉で話しかけられたりすることは、ワンちゃんの精神的な発達と自立心を妨げることになります。また、ワンちゃんが他のワンちゃんや人々と適切に交流する機会を奪うことにもつながり、社会的スキルの発達に悪影響を与えます。飼い主さんは、ワンちゃんがワンちゃんとしての行動を通じて、世界を理解し、ワンちゃん社会のルールを学ぶことができるように支援する必要があります。これには、適切な社会化、定期的な散歩、他のワンちゃんとの遊び、適切な訓練と教育が含まれます。ワンちゃんを赤ちゃん扱いする代わりに、ワンちゃんの年齢、性格、ニーズに合わせたケアを提供することが、健康で幸せなワンちゃんを育てる鍵です。その8、無理な社交。ワンちゃんにとって、社会化は非常に重要ですが、無理に社交の場に出すことは、ワンちゃんを悲しませる間違った行動です。すべてのワンちゃんが、他のワンちゃんや人々との交流を同じように楽しむわけではなく、個体によっては、社交的な状況が、ストレスや不安を引き起こすことがあります。特に、社会科の経験が少ないワンちゃんや、過去に負の経験をしたワンちゃんにとって、無理に社交的な場に出されることは、恐怖や攻撃性の原因となることがあります。飼い主さんがワンちゃんを無理に社交的な状況に置くことのリスクには、他のワンちゃんや人々との関係悪化、不安障害の発生、信頼関係の損失などがあります。ワンちゃんが社交的な場になれるためには、徐々に慣れさせることが重要であり、ワンちゃんが快適に感じるペースで進める必要があります。このプロセスには、ワンちゃんが安心して探索できる小さなグループでの集まりから始め、徐々にワンちゃんが快適に感じる社交的な状況に参加させることが含まれます。ワンちゃんの社会化は、ワンちゃんが他のワンちゃんや人とのポジティブな関係を築くために不可欠ですが、これはワンちゃんの個性と快適さを尊重する方法で行う必要があります。ワンちゃんを無理に社交の場に出す代わりに、ワンちゃんの反応を観察し、ワンちゃんがリラックスして楽しめる環境を提供することが
ワンちゃんとの健全な関係を築く鍵です。その9、騒音ストレス。ワンちゃんは人間よりもはるかに敏感な聴覚を持っています。彼らにとって大音量や予期せぬ騒音は極めてストレスの原因となり得ます。例えば、花火、雷、大きな音楽、家電製品の音などがこれに該当します。騒音ストレスはワンちゃんの行動に多大な影響を与え、不安、恐怖、または攻撃的な行動を引き起こすことがあります。飼い主さんが無意識のうちに、または気にせずに、騒がしい環境を作り出すことは、ワンちゃんにとって不必要なストレス源となる可能性があります。ワンちゃんを悲しませるこのような間違った行動を避けるためには、飼い主さんは日常生活での騒音レベルに注意を払い、可能な限り静かで安心できる環境を提供する必要があります。ワンちゃんが特に騒音に敏感な場合は、騒音を遮断するための特別な対策を講じることが推奨されます。これには、安心できる隠れ場所の提供、防音材の使用、または騒音に対する徐々な慣れさせるトレーニングが含まれます。その10、ドッキリ遊び。近年、SNS で人気を博するドッキリ遊びがありますが、これをワンちゃんに対して行うことは非常に危険であり、ワンちゃんを深く悲しませる行為です。驚かせることを目的としたドッキリは、ワンちゃんにとって予期せぬストレスや恐怖を引き起こし、その結果、信頼関係が損なわれることがあります。特に、大きな音を出すものや、ワンちゃんを驚かせるための仕掛けは、ワンちゃんにとって非常に不快であり、心理的トラウマを引き起こす可能性さえあります。ワンちゃんとの関係を築く上で、安心と信頼は非常に重要です。ドッキリ遊びのような行為は、短期間の楽しみのために、ワンちゃんの心理的安全を犠牲にするものです。ワンちゃんを楽しませたいという飼い主さんの意図は理解できますが、遊び選びには、ワンちゃんの感情と健康を第一に考えるべきです。ポジティブな強化を用いたトレーニングゲーム、知的好奇心を刺激するパズルトイ、または適度な身体活動を伴う遊びが、ワンちゃんとの健全な関係を築く上で推奨されます。これらの行動を避け、ワンちゃんのニーズと感情を尊重することで、ワンちゃんと飼い主さんの間の健全な絆と相互理解が深まります。ワンちゃんを悲しませる間違った行動に気づき、それを改善する努力をすることは、愛するペットとの関係をより良いものにするための第一歩です。その11、喧嘩の影響。ワンちゃんはその敏感な性質から、家庭内で起こる喧嘩や高い声のトーンを非常に敏感に察知します。飼い主さんまの喧嘩や怒声は、ワンちゃんにとって大きなストレス源となり、不安や恐怖を感じさせることがあります。ワンちゃんは家族の一員として家庭の雰囲気に深く影響を受けるため、不和の環境は彼らの精神的な安定を脅かします。ワンちゃんが絶えず高いストレスレベルにさらされると、その行動にも影響が出始めます。ストレスは食欲不振、過度の吠えや舐め、さらには攻撃性の増加など、様々な問題行動を引き起こす可能性があります。また、喧嘩の環境に長期間さらされることで、ワンちゃんは不安障害やうつ病のような深刻な精神的問題を抱えることもあります。飼い主さんが家庭内の緊張を管理し、穏やかで愛情ある環境を維持することは、ワンちゃんの精神的な健康を守る上で非常に重要です。喧嘩や衝突が避けられない場合には、ワンちゃんがその場にいないようにする、またはワンちゃんに対して穏やかで安心できる接し方を心がけることが求められます。その12、睡眠妨害。ワンちゃんにとって十分な睡眠は健康を維持する上で欠かせない要素です。しかし、飼い主さんによる意図的でない睡眠妨害は
ワンちゃんを悲しませる行動の一つとなります。夜遅くまでの騒音、テレビの音量、不規則な生活リズムなどがその例です。睡眠不足はワンちゃんのストレスレベルを高め、免疫系の機能低下や集中力の低下を引き起こすことがあります。特に、飼い主さんが夜遅く帰宅し、その後、活動的になる過程では、ワンちゃんの睡眠サイクルが乱れがちです。ワンちゃんは家族との絆を大切にするため、飼い主さんの活動に合わせようとしますが、これが睡眠不足を招くことになります。ワンちゃんが安定した睡眠をとるためには、夜間は静かで穏やかな環境を提供することが重要です。飼い主さんがワンちゃんの睡眠場所を快適で安全な場所に設定し、夜間は極力静かに過ごすように心がけることで、ワンちゃんの睡眠妨害を避けることができます。また、ワンちゃんが日中に適切な運動と活動を行うことで、夜間にぐっすりと眠ることができるようになります。ワンちゃんの睡眠を尊重し、健康的な生活リズムをサポートすることは、ワンちゃんとの幸せな共生において不可欠な要素です。ワンちゃんとの関係を深め、彼らの幸せを保つためには、飼い主さんの行動が重要です。この動画で紹介した間違った行動を避けることによって、ワンちゃんとの絆を強化し、彼らの精神的、身体的健康を守ることができます。ワンちゃんは家族の一員であり、彼らに愛情と尊重を持って接することが、共に幸せな時間を過ごす秘訣です。ワンちゃんとの関係を見直し、今日からでも改善できる小さなことから始めてみましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。